皆さんこんにちは。今日は四国一周旅行でもスルーされがちな地元徳島県の観光案内をしたいと思います。テンポよくポンポンポンって進めていくので、もし興味を持ってくれる方がいたら一度行ってみてください。まず到着して最初に向かうのは栄という活魚料理のお店です。名物はスーパー天丼のようなんですけど、私たちは普通に定食を頼みました。海が近いので海鮮系は基本的に何を食べても美味しいです。続いて向かうのは阿波踊り会館。ここでは毎日阿波踊りの公演を見ることができます。私も高校生の頃までこの舞台で踊っていました。1階ではお土産を買うことができて、お土産コーナーを突っ切った先にあるのが和田屋の焼き餅です。有名な徳島名物で、私の友達のご両親が経営されています。個人的には抹茶が一番好きです。階段を上って2階に行くと阿波踊りの公演用の会場があります。この提灯に名前が載っているような有名連の踊りが見たい方は夜の部を見に行くことをお勧めします。昼の部はその阿波踊り会館の専用連っていうのがあって、そこの連が基本的にはやってるので、それを見に行くのもいいですし、有名な連の踊りが見たいよっていう人は夜に行くといいと思います。もし本場の熱気を味わってみたいと思う方であれば、ぜひ夏のお盆時期に来てください。完成された踊りが見たい人はもっと阿波踊り会館よりももっと大きなステージで公演も行ってますし、あとは踊りの熱気を味わいたいという人は桟敷での踊りを見てもらうのも楽しいかなと思います。阿波踊り会館を出て左手には徳島美山天神社があります。年が明けてまだそんなに経っていなかったので、初詣みたいな気持ちで参拝してきました。そうだね。遊び疲れて寝ていたら夕方になったので、夜ご飯を食べに行きます。向かったのは鳥ぼんという母一押しのお店です。徳島県産の地鶏を阿波踊りというのですが、美味しい阿波踊りが食べたい方におすすめしたいお店です。つくねもネタが大きくてめちゃめちゃ美味しかったです。しかも中身がそんなんやし。おやすみなさい。おはようございます。朝7時の日の出はこんな感じです。朝ランニングをするとすごく気持ちがいいそうです。ちなみに私はしません。外の景色を見ながら朝ごはんを食べたら、お気に入りのパン屋さんに向かいます。以前別の動画でも紹介したことがあるメーアコルンというお店で2店舗あるんですけど、今日は大きい方の店舗に向かいます。朝早い時間から大行列ができていました。関東よりも関西四国の方が粉物の相場が安いように個人的には感じています。コスパも良くて美味しいので、地元に帰ってきたらとりあえずパンをいろいろ食べています。パンを調達したら眉山を登ります。今回は車で登りましたが、ロープウェイでも登ることができます。ランニングしている学生たちもいっぱいいます。カメラを持って行ったのでお花の写真を撮りました。展望台から見た景色はこんな感じです。正直すごい絶景ってわけでもないんですけど、空気は綺麗だし、徳島市を一望することができるスポットです。眉山の頂上で一息ついたら鳴門市に向かいます。ちなみに田舎では車が必須です。交通の便が全然良くないので、レンタカーを借りて車移動をすることを強くお勧めします。渦潮を見に来ました。満潮と干潮のタイミングで渦が発生するので、そのタイミングを狙って行った方がいいです。
ちなみに私は本当に何も考えずに行ったんですけど、たまたまぴったりの時間に着きました。渦の道を歩きながら渦が巻いている場所を探します。通路途中にガラス張りの箇所がいくつかあって、自分の真下にある渦を見ることができます。渦潮ができる原理としては、海峡部分での水位差が生じて、海面の高い満潮側から低い干潮側に激しい勢いで水が流れ込んで、その中央部を流れる速い流れとその両側の遅い流れの速度差で渦が発生するっていう原理みたいです。渦潮を見た後は超人気の活魚料理屋のビンビ屋に向かいました。昼過ぎ2時半ぐらいに行ったのにこの行列で、基本的に人気店でいつも混んでいるので、なるべく平日を狙っていくのをおすすめします。で、私たちはちょっとこの行列を待てないなっていうことになったので、諦めてラーメンを食べに行きます。徳島ラーメンで有名なのがいのたに。壁中に著名人のサインが貼ってあります。あまり癖のないベーシックな豚骨醤油ラーメンです。濃い口ラーメンが苦手な方でも食べやすい味かなと思います。もっとラーメン通で癖のあるラーメンが好きな方にはラーメン東大とかがおすすめです。ご飯でお腹がいっぱいになったら、夜は地元民の憩いの場の新田屋の湯で一日の疲れを落として寝ます。おやすみなさい。旅行最終日は三好市にある祖谷の桂橋を渡りに行きます。市内から車でだいたい1時間半から2時間で到着するんですけど、私は高速を降りるところを間違えて3時間運転しました。駐車場のすぐそばにお土産屋さんとプチ展示スペースみたいなものもありました。で、このエリアを経由して橋の入り口に向かいます。祖谷の桂橋は平家一族の愛話を秘める秘境祖谷にある桂橋のことです。この橋は白口かずら、別名猿なしというキウイフルーツの仲間であるつる植物を編み連ねて作られていて、当時の人々には大切な生活路として祖谷川各所に架けられていたみたいなんですけど、今ではこれから渡る祖谷の桂橋と奥祖谷の桂橋の2つだけになっています。で、入り口の手前に料金所があるので、そこで大人は1人550円払って渡ります。下にセーフティーネット的なものは一切なく、景色は綺麗に見えるんですけど、初めて渡る人はまあまあ怖いかもしれません。普通に慎重に渡らないと本当に落ちます。なので怖い人は橋渡りはせずに景色を堪能するだけでもいいかもしれないです。あと小さいお子さんとかいらっしゃる方は多分足のサイズ的に普通に落ちちゃうので、ちょっと危ないかもしれないです。なんか都会の人が持っている田舎の生活に対するイメージって時間がゆっくり流れていて、なんかのほほんとした暮らしっていう感じだと思うんですけど、実際は全然そんなことなくて、当たり前ですけどみんなチャキチャキ勉強したり働いたりしてるし、あとは人口が少ない分結構人間関係も濃密になりやすいし、誰かの友達は誰かの友達みたいなすごい狭い世界で生きることになるので、噂とかも広まりやすいです。完全に一人の世界を実現することがなかなか難しかったりします。都会にいるとできるような合わない人とは距離を取ればいいやとか、そういうことが意外と難しいので、与えられた環境で自分の生きる道とか生き方を開拓していかないといけないっていうしんどさはある意味田舎の方があるかもしれません。でも逆に言うと
都会で感じる孤独感とか人との距離感とか壁を感じることはそんなにないです。まあでも今はネットもかなり普及しているので、実際はそこまで都会と田舎も変わらないような気もするんですけど、はい、でも今の自分は生活拠点とは別に帰る田舎があるっていう状態なので、それは私にとってどこか心の支えになっているような気がします。橋を渡りきったらちょっとした出店があって、景色を見ながら食事が楽しめます。今回は鮎の塩焼きとお団子を食べることにしました。お店のおばあちゃん曰く、最近は近辺で採れたお魚じゃなくて輸入した鮎を使っているそうです。でも本当に信じられないぐらい美味しかったです。いつも祖谷に来た時は祖谷そばを食べていたので、こういう串料理を食べるのがすごい新鮮でした。店内も田舎のおばあちゃん家にいる時みたいな匂いと、オイルヒーターの匂いと、ガスヒーターの匂いと温かい雰囲気があって、やっぱり田舎が落ち着くなと思いました。お店を出てすぐのところに琵琶の滝という滝があります。夏になるといろんな人がここで川遊びをしています。子供が半ズボンでめっちゃ遊んで祖谷から市内に戻る途中で立ち寄ったのが美馬市のうだつの町並みです。ここも以前一度動画で紹介したことがあるスポットなんですけど、ここは和木城の城下町として成立して、鮎の集産地として発展したものです。江戸時代中期から昭和初期の伝統的建造物が立ち並んでいて、近世近代の景観がそのまま残されています。フルーツサンドのお店に行こうとしたんですけど、満席だったので渡るコーヒーに入ることにしました。隠れ家的な空間で落ち着く店内です。今日頼んだのは抹茶のムースと炙りチーズケーキです。白い部分がレアチーズケーキ、黒いところがねブラックココアのチーズケーキになりますね。で左手に持っているのが備長炭でして、役割としてはガスバーナーのガスの匂いをするのを防ぐために1本かましましょうというところです。でだんだんとね砂糖が溶けて沸騰して溶けていきまして、香りもねそろそろ立ってくる頃だと思います。でもうしばらくでこの焦げたところっていうのもねまた後ほど固まっていきますので、魚なんかも取り付けていきましょうということですね。ではこちらで出来上がりです。外に出たらちょうど綺麗な夕焼けが見えました。旅最後の夕食はおかんおすすめのイタリアンバルほのぼうのソリーソです。美味しいものをいっぱい食べて自然も堪能して最高の地元観光でした。意外と地元をがっつり観光することなかったので結構新鮮で楽しかったです。最後におすすめの徳島土産を紹介して終わります。一つ目、ゆずりっこ。おでんの大根につけて食べるとめちゃくちゃ美味しいです。白身魚につけるのもありです。すだちポン酢、しゃぶしゃぶとかだし鍋のつけだれにすると最高に美味しいです。3つ目、大野のり。日本で一番美味しい味付けのりだと思っています。4つ目、まんまローザ。
中のミルクあんがそこまで癖が強くなくて上品な甘さで、しかもちょっともっちりした弾力もあって手が止まりません。5つ目、ナルト金時ポテレット。6つ目、ナルト金時。とにかく甘くて美味しいです。7つ目、瀬戸内レモンイカ天。最近では結構関東のコンビニでもよく見かけるんですけど、後味がすっきりとした感じと酸味が癖になるスナックです。8つ目、半立てのべそうめん。9つ目、徳島ラーメンキット。ラーメン好きの方はいろんなお店を巡ってみて、自分の好みだったお店のラーメンをお土産として持ち帰っても面白いかもしれないです。10個目、すだち中。炭酸で割ったり追加ですだちを絞ったりして飲んでも美味しいです。というわけで、盛りだくさんの観光動画、本日も見てくださってありがとうございました。インスタとかもちょっと今後頑張っていこうかなと思うので、よかったらフォローしてください。ありがとうございました。バイバーイ。